皆さんこんばんは。人間パスポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、スピリチュアル的に見た、頑張るほど実はダメになるという理由ですね。そんなものをお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは、守護霊とかスピリチュアルな世界からのメッセージを皆さんにお伝えして、わかりやすくお伝えしてですね、自分の人生を開運していく、そんな方法がわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、このチャンネルを見てる方の中にはですね、俺頑張ってんのになんでかうまくいかないっていう人っていらっしゃると思うんですよね。やっぱりそこにはですね、スピリチュアル的な意味があるんです。スピリチュアルって不思議なものでですね、僕たちがすごく絶対ってか、うわーって頑張るとかってなっちゃうとですね、エネルギーが流れが変わってしまうわけなんですね。自然な流れじゃなくなってしまって、宇宙とのなんていうんですかね、二人三脚みたいなのがうまくいかなくなったりするわけなんですね。はい。頑張ってるのにうまくいかない。この理由をですね、ちゃんと理解していくことで自分を変えていくことができます。そうすると、今言ったような宇宙との二人三脚がうまくなってですね、自分の人生を大きく変えていくということが可能になるわけなんですね。はい。ということで今日はですね、頑張るほどダメになる理由を3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目はですね、これはもう今変わりました。土の時代から風の時代になりましたが、風の時代に合わないということですね。土の時代っていうとですね、僕とか僕の両親とかぐらいのですね、本当に高度成長期みたいな感じの時に生きた人たちはですね、もうとにかく何があっても頑張れ、死ぬまで頑張れみたいなね、そんな感じでずっと進んできた方が多いわけなんです。実際にそれで良くなってるんですよ。ね。いろんな発明ができたりとかですね、そんな風に人生が大きく日本も成長してきたんですが、やっぱりこれはですね、土の時代のやり方で風の時代を同じようにやろうとしてもうまくいかないんです。なぜなら風の時代はもう流れが変わっちゃってですね、この頑張るっていうのではうまくいかない。そういうエネルギーに変わっちゃってるわけなんですね。土の時代っていうのは本当にね、もう無理やり、とにかく何が何でも、やるんや、これで、ダメやけど、そこからっていう感じでですね、どんどんやってたんですが、もう今はですね、そうではなくって、宇宙にある程度任せてですね、もう自分の意思で動こう。努力は必要ないんですよって言われるぐらいのものです。はい。ですからですね、この頑張るという自分を押し殺して、そして何が何でもというもう本当に辛い思いをしてっていう、こういうやり方っていうのは合わなくなってきてるわけなんですね。はい。ですから風の時代に合わせるというのはですね、やはり上手に自分の意識、ですね。スピリチュアル的に僕たちのこの思考というのが全て現実化させてると言われてます。これをもっともっと上手に使っていく自分の思いですね。そして、直感を使って直感で、これやるべきだ。こっちに進むべきだ。今これが必要だって思うようなことをですね、行動していく。だから頑張るときっていうのは何が何でもってすごく時間とか力、エネルギーとかを無駄にしていたりする。そんな時代だったんですね。これじゃなくって、風の時代はちゃんと宇宙とつながって、意識と直感と行動をしていくことで、うまく前に進んでいくという時代に変わっているということですね。はい。そして二つ目は、スピリチュアルな世界とのつながり方がやっぱり変わってるわけです。はい。今言ったみたいにですね、やっぱり僕たちのこの宇宙の流れっていうのに乗っていく、そんな方法っていうのが、風の時代は変わってましてね。それはどういうふうにしたらいいんだっていうとですね、やっぱり心に余裕がある状態なんですよ。ね、心が余裕がなくなってしまう時っていうのは、皆さんうまくいってないことって多くないですか？例えば、いつもだったら普通に進んでいることが、時間がなくなったりとかして急いでたりとかですね、うわ、どうしようとかと思って何かやると、
反対にうまくいかなくなったり、間違いを犯してしまうっていう経験って結構皆さんあると思うんですね。ああいう状態をずっと持ってしまうということです。だから、心にいつも余裕を持ってね、頑張ってる時っていうのは心に余裕がないわけですよ。あれもしないと、これもしないと、大丈夫かな、じゃあこれもって感じになってるでしょ。この時っていうのは心に隙間がない。そして余裕がなくなってるってことなんですね。この状態でいると、先ほどまで言ってるような、この宇宙の流れに乗ってですね、なんか二人三脚で、はい、あと頼むねっていう感じに持っていけないということなんですね。そうすると、どんどんこのスピリチュアルな世界とのつながりが悪くなってくるわけです。そうすると、さっきお話ししたような直感とかがね、鈍ってきたり、あとは、僕らの場合ですと、守護霊さんとか、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとか、そんな人って常にこうメッセージをくれてたり、助けようとしてくれてるんですが、そのつながりが悪くなってしまってるので、メッセージを受け取れなかったり、せっかく助けようとしてくれてるのに、そこをうまく、活かしきれないっていうようなことが起こってくるということなんですね。はい。ですから心とか頭とかですね、エネルギー的なものの、余裕を持つことってすごく大切なんです。はい。ですから、その余裕を持つためにも、もう頑張るっていうことはダメなわけなんですね。頑張ってる時っていうのは、本当に心とかの余裕がなくなってしまってるわけです。はい。ですから、心の余裕。頭の中の余裕、エネルギー的にも余裕を持つ、そういう心の余裕みたいなものをですね、しっかり持つということが、これからの時代大切になってきているということです。そして三つ目。三つ目はですね、魂の喜びを忘れてしまうということなんですね。これね、意外と気づいてない人がいてて、でも本当はここがめちゃくちゃ大切なんですけども、これは何かっていうとですね、頑張ってる時っていうのはすごく、こうなってしまいがちなんですね。例えば、わかりやすく僕の友達の例で言うと、僕の友達でサーフィンが大好きな人がいたんですよ。で、その方はですね、まだ若かったんですけども、将来もうお金を儲けてですね、早く早期リタイア、ね、退職をして、もうお金も十分稼いでですね、それでもう働く必要がなくなって、もう自分はサーフィンが大好きだからサーフィンをばっかりをやっているという、そういう老後を迎えたいから頑張って働いてるんですっていう方がいたんです。本当にその人ですごく頑張ってたんですよ。で、仕事もうまくいってたんですね。で、ある日に、その方と話をしてて、なんかこう、しんどそうだったので、最近サーフィンやってるって言ったら、いや、サーフィンやってないんです。もうそんな余裕が今ないんです。ね、もうたくさんの人と会ったり、こうビジネスを進めていく中で、時間がないので全然やってないんです。その方にとっては、自分が将来、サーフィン三昧で楽しむっていうためにですね、今頑張ってるからっていう目的があったんですけど、いや、今やらないとダメですよと。よく言いますよね。僕たち好きなことをやることが大切です。好きなことをやってる時っていうのはすごくいいエネルギーが自分の中から生まれてきて幸せオーラみたいなのが出てくるわけです。そうするとまたさらにこう頑張ったりですね、周りに影響して、どんどんいい流れを作っていったりするわけなんですね。その大好きなサーフィンをですよ、今やってなくて、ギスギスして、その目的があるからいいんでしょうけども、今をやっぱり楽しませるっていうことも大切なんですね。はい。ですから、この頑張ってる時っていうのは、ね、何か自分の好きなことのためにとかって思ってもですね、この根本的な好きなことの時間を持つとか、好きなことをやるっていうことの、この喜びの時間を忘れてしまいがちになってしまうということです。はい。ですから皆さんもね、やっぱり頑張ってる時っていうのは何か目的があって未来に向けてこうわーっと動いててってなるんですけども、この今、自分を喜ばせること、今自分を楽しませることっていうことがすごく大切になってくる。っていうことです。それをちゃんとバランスよくやって、さっき言ったみたいにですね、心に余裕を持つっていう意味でもですね、やっぱりちゃんと時間とかをとって好きなことをやる。という余裕を持つっていうことが大切なわけなんですね。はい。この魂の喜びを忘れてしまうということをすごく皆さんやりがちです。はい。ぜひ気をつけて、そういう時間をとっていただきたいと思います。こんな風にですね、もう新しい時代は
頑張るっていうことがもう死語になるぐらいになってきていくわけですね。若い、新しい世代の人って頑張らない。でも僕たち頑張らないって、僕たちは本当にね、頑張るっていうか、土の時代に生きてきた人っていうのは、なかなかこの頑張るっていうことが大切なことだと思いがちなのでですね、ちょっと頭の切り替えをすごく頑張って、いや、頑張らないで、心の余裕を持ちながら、宇宙の流れに乗っていく、そんな方法で成功する方法をですね、学ばないといけない。気をつけておかないといけないということですね。はい。ですから、頑張るほどダメになるわけです。はい。この3つのことをですね、ぜひ自分の中で、確認をしてですね、変えるところがあったら変えていただきたいと思います。このチャンネルでは、守護霊、またはスピリチュアルの世界からのメッセージを分かりやすくお伝えして皆さんの人生を開運していく、そんなことが分かるチャンネルとなっております。興味ある方はですね、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。そしてこちら、じゃーん！僕の2冊目の本、直感ミラクルです。先ほどもお話ししたですね、直感をもらって、そこから行動していく。そういうことで人生にミラクルが、奇跡がたくさん起こってくるわけなんですね。このやり方が詳しく書かれた本となっておりますので、興味ある方はぜひお買い求めいただき、お読みいただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。